皆さんこんにちは。ジャパニーズスタディラボのまゆです。今日は日本の支払い文化について話そうと思います。支払いって何と思っている人がいると思います。支払いっていうのは買い物をした時にお金を払うことを難しい言葉で支払いと言います。で、買い物をした後、いろいろなお金の払い方、支払い方法があります。一つ目は現金、コインとか小銭、お札とかでお金を払うこと。他には、スマートフォンでお金を払う。あとはクレジットカードとかデビットカードでお金を払う。大抵はこの3つの方法の中から1つの方法を選んでお金を払う、支払いをするということになりますね。日本はまだ現金で払う文化が残っていると思います。もちろんこれは場所とか国によると思うんですけど、私が行ったことがある国、例えば韓国とかイギリスとか、あと他いろいろヨーロッパに行ったんですけど、ほとんどの国でカードで支払う場合が多かったと思います。でも日本ではまだカードが使えなくて現金でしか払うことができない場所が多いんですよね。で、これちょっと不便だなって私は正直思ったんですよね。私は4年間イギリスに住んでいたので、もうイギリスに住んでいる時は本当にスマホとカードだけ持ち歩いて生活していたんですよね。なので現金を持って歩くっていう習慣がなくなっちゃったんですよね。日本って1円、5円、10円、50円、100円、500円って6種類の小銭、コインがあるじゃないですか。だから日本で買い物するとすごく小銭、コインが溜まってくるんですよ。多くなってくるんですよね。それでどんどん財布が重くなってきて、買い物するたびにこの小銭をなんとか使い切らなきゃみたいな、そういう頭だったんですよね。だけどイギリスに引っ越してからそういうことも考えずに買い物したらよかったので、本当に楽でよかったです。それで日本に帰ってきたらまた現金をね持ち歩かなきゃいけない生活に戻っちゃって、はあとか思ってたんですよ、正直。でもね、私気づいてしまったんですよ。なんかカードとかスマホで支払いすることに慣れちゃって、自分の頭、脳もう弱ってきてる。なんかこの表現が正しいのかわかんないけど、なんか計算する力、能力がどんどん低くなってきているのを感じ始めたんですよね。なんかイギリスに引っ越す前までは現金で生活することが当たり前だったので、買い物するために頭の中で計算して小銭を数えて支払いするっていうそういうことは当たり前だったんですけど、カードで払うことに慣れちゃうと頭の中で計算することさえめんどくさいと思い始めている自分がいることに気がついてしまったんですよね。ちょっとまずいなと思い始めたんですよね。なんか最近は AI もあってパソコンもあってスマホもあってどんどん便利な社会になっていると思うんですよね。それと同時に自分の考える力がどんどん低くなっていることをこの数年感じ始めております。私はもともと日本の小学校で先生だったんですよね。なのでもちろん子どもたちに
算数、計算も教えていたんですよね。それで日本に帰ってきて、また子どもたちに勉強を教えるという仕事を始めたんですよ。で、子どもたちに計算を教えるときに、みんなどうして計算自分でしなきゃいけないのかという理由がわからなくなってきてるんですよね。なんか僕はスマホあるから大丈夫とか、そういう感じになってきていて、あれって将来大丈夫なのかなとちょっと心配になったりもしてしまいました。便利なものはもちろん便利なものとして、ね、使っていくのがいいとは思います。でもあまりにも便利なものに頼りすぎてしまうとですね、どん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 考える力も弱くなっていくので、そのバランスがね大事だと思いますね。そう考えていくと、今日本の社会の中で現金で支払うこととカードで支払うことっていうのがまあ半々ぐらいだと思います。まあこのバランスはいいんじゃないかななんて思っていますね。あと現金のいいところは、機械とか何にもなくてもどこでも払うことができるという点です。自分の友達カフェを経営してて、自分のカフェを持っているんですけど、そういう支払いをするための機械、その設備、その機械をね買ったりするのもすごくお金がかかると言っていたので、自分でビジネスしてる人にとってカードとかスマホで払うための機械を準備するっていうのは結構大変なことなのかなと感じたんですよね。なんかそういう人たちのためにもすごく現金って大事だし、そういう小さい店とかビジネスを大事にしたいなら、そういう意味ではまあ現金は大事なのかなって思いました。あとこれはちょっと日本ならではかもしれないんですけど、地震とか津波とか、あとは大雨台風とか災害があって電気とか水道とかインフラが壊れてしまった時に、現金があるとやっぱりいいっていう話を YouTube で見たんですよね。例えばどこかコンビニとかに買い物行ってもレジが使えない。だからカードで支払う機械も壊れていて使えないってなった時に、現金があるとすぐ買えるけど、カードしかない場合はすぐ買えないんですよね。カード自体あっても、そのカードで支払う機会がなかったら支払いができないので、やっぱり現金を持っているとそういう時には強いし便利だという話も聞きました。はい、だから現金のいい点っていうのはいろいろあるのかなと思いました。ちょっと現金の大変な点、難しい点っていうのは、盗まれても気づきにくい、そういう点があるなと感じます。もしカードで支払ったら、機械が自動で支払いすべてをやってくれるので、計算ミスっていうのがまずないと思うんですよ。なんだけど、現金で支払いすると、人間が計算して、人間が数えて、人間が払っているので、もちろん計算ミスもあります。だからそういう意味では機械に頼った方がより安全に確実に計算がねできるので、そういう意味ではいいのかなとも思います。で、ビジネスしている人にとっても、いくら商品が売れたか、売上を計算する時にもその時間をね節約できるじゃないですか。そういう意味でもね、カードで払うっていうのは便利なのかななんて
思いました。今日は私なりの現金のいいところとカードのいいところというのを話してみました。これはあくまでも私の意見なので、そういう考えもあるんだなみたいな感じで聞いてくれるとすごくありがたいです。じゃあまた時間がある時にポッドキャストを撮りたいと思います。皆さんありがとう。またね。